今回の動画は大陸版にて7月23日に実施された配信、サマーカーニバル2023特別通信の内容をまとめたものとなります。今回のサマーカーニバルに伴うイベントがシエスタのイベントになることが明らかになりました。イベント名は火山の夢の旅、ソーロングアデル、ホームアウェイフロムホーム。青くもゆる心による火山災害から移動都市に移転したシエスタが舞台となっており、新たなシエスタでは以前の大きな観光資源となっていたオブシディアンフェスティバルは中断、シエスタへの援助プロジェクトは喫緊の課題となっています。そこでシエスタはこれまでの観光業から離れた都市計画を実施、企業の誘致と投資開発を行うことを決め、シエスタ用地の開発権を獲得するためにツワイヤーはシエスタを訪れることになります。一方のエイアフィアトラはとある給油の依頼からシエスタの火山博物館を訪問、研究成果と資料の整理の支援を行うようです。そしてその資料の整理の中で両親の死の真相の手がかりを手に入れることになります。時を同じくしてエイアフィアトラのそばにいる子羊が突如として話しかけてきました。母親から譲り受けたものとされている黒い子羊ですが、果たして両親の死と関係はあるのでしょうか。詳細は今回のサイドストーリーにて明らかになるとのこと。イベント形式は理想都市と同じく3週間開催のサイドストーリーとなり、プレイヤーは商品の入荷から販売までをうまく行うことで報酬を得ることができるようです。おそらく人気のあるものは高い値段で仕入れて高く売る、人気がないものは低い値段で仕入れて低く売るを行って利益を稼いでいくという形でしょう。合わせて今回のイベントのギミックも紹介されました。今回のイベントで登場する敵はファンシーな羊たちで、この羊たちは撃破することで周囲に紫色のガスのようなものを放出。紫色のガスがばらまかれているマスにいる敵ユニットは受けるダメージが大幅に低下するようです。この紫色のガスは間欠泉のようなマスの周囲に配置されたオペレーターがそのマスを攻撃すれば白いガスに塗り替えることが可能。白いガスがあるマスでは敵が受けるダメージが増加するという形のようです。そして一部の敵ユニットは他の敵ユニットと接触すると接触した敵ユニットを持ち上げてしまい、強力な攻撃を繰り出してくるようになるとのこと。この敵を撃破すれば持ち上げられた敵は通常の敵ユニットになるようです。理想都市であったセルカー用ステージのようなイベントステージは今回もある様子。映像だけでは何とも言えませんが、白いガスを増やしていくことが目的なのかもしれません。今回のボスとなる敵ユニットは羊の主であるドリー。防御力は非常に硬そうな雰囲気ではありますが、詳細な能力などについては不明です。続いて同時期に実装されるオペレーターたちを紹介。星5前衛教官オペレーターのブライオフィタ。こちらのオペレーターは動画制作時点では性能は分かっていないので省略。星5戦区兵オペレーターのポンサイラス。こちらのオペレーターも動画制作時点では性能は分かっていないので省略。星6特殊行商人オペレーター、リンロースワイヤー。リンロースワイヤーは工場オペレーターとなります。リンロースワイヤーの特性と素質は上記の通り、リンロースワイヤーは金貨と呼ばれる弾薬のような固有の数値を有しており、この金貨を用いて様々なスキルの効果を発動するリソース管理タイプのオペレーターとなっています。金貨はスキルにもよりますが、主に所持コストを消費することで獲得することが可能です。また、素質効果によって食いしばり性能も有しているため、簡単に撃破されることはありません。一方で食いしばりは、発動するたびに必要となるコストがどんどんと増加していくので、場合によっては他の行商人よりも所持コストをバカ食いするオペレーターになるとも想定できます。いずれにせよ、行商人らしいトリッキーな性能を有していると言えるでしょう。スキル1は所持している金貨を1枚消費することで、次の攻撃時に周囲8マス以内にいる HP が一定以下のオペレーターの HP を回復するというスキル。スキル性質としては、サリアのスキル1に近いものになっていると言えます。映像を見る限り、自己回復もできるようなので、チェイのように単独運用も可能かもしれません。スキルには攻撃範囲内の敵がいない地上配置可能マスに金貨を消費してシャンパン爆弾を設置するというもの。シャンパン爆弾は爆弾に最初に触れた敵に一定の物理ダメージを与え、数秒間の足止め効果を付与するというダブルのスキル2のような効果を有しています。なお、現状のスキル効果には記載されてはいないものの、攻撃範囲は十字方向に拡大しているので、シャンパン爆弾は最大で8個設置することが可能です。スキル2のデモがこちら。
素質効果によって実質的には3秒に1回シャンパン爆弾を設置することになるため、他の設置系と比べても設置間隔はかなり短め。また、設置する場所がなければ金貨という形でストックができるので、実質的には最大13個のシャンパン爆弾を有することが可能です。ダメージ倍率はこの動画を見る限りでは攻撃力の 200% 程度、さらにシャンパン爆弾は設置してから一定時間経過後の起爆であれば追加ダメージが発生するので、最大でシャンパン爆弾1個あたり5000弱程度のダメージが与えられるものと思われます。また、攻撃範囲拡大によってスワイヤー自身もやや遠方の敵を攻撃できるので、敵の数次第ではスワイヤーに接敵する前に殲滅しきることも可能かもしれません。ただ、メイン火力が設置型のシャンパン爆弾なので、特に他の地上オペレーターと組み合わせるのは少し難しそうな雰囲気です。スキル3は通常攻撃が2回攻撃となり、敵を倒すたびに素質による金貨獲得効果とは別に1枚獲得。スキルを停止させた際、所持している金貨を全て消費して、前方にいるランダムな敵に金貨を投げつけ、金貨1枚ごとに一定の物理ダメージと一定の力で突き飛ばす効果を与えるスキル。なお、スキル形式は自動発動型の永続スキルではありますが、手動停止が可能にはなっています。スキル3のデモがこちら。スキル3は永続発動スキルなので、手動でスキルを停止させない限りは常に2回攻撃となり、素質の効果により攻撃力が上昇するためやや高い攻撃力を有しています。なお、特徴として永続スキルでありながら、手動停止が可能なため、形としては弾薬を消費しない弾薬スキルという状態。そして、スキルを手動で停止させた際は、所持している金貨を全て消費して、所持している金貨の数だけ物理ダメージと押し出し効果を付与しています。今回の映像では10回の物理ダメージと10回の押し出し効果を瞬時に敵に与えているというわけです。敵がこのようにマップの端に叩きつけられるように押し出されているのも、押し出し中にさらに押し出しを受けているためでしょう。ウィーディのスキル3と蓄水砲の同時押し出しと同じような挙動をしていると思われます。なお、スキルを手動停止させた後は SP が溜まり次第、即座にスキルが再発動、再び永続スキル化し、金貨を貯めていることが確認できます。敵の撃破数次第では非常に短いサイクルで敵を押し出すことが可能かもしれません。続いて、星6医療放浪医オペレーターの純人エイヤフィアトラ。純人エイヤフィアトラは限定オペレーターとなります。純人エイヤフィアトラの特性や素質は上記の通り。素質1はハニーベリーのスキル1のような回復継続効果。素質2はマルベリーのスキル2のような攻撃範囲内の味方が受ける元素ダメージを低下させる効果を有しています。スキル1は一度スキルが発動すると退場まで効果が継続する永続スキルで、スキル発動後は最大で2体の味方を同時に回復する同時回復能力と、エイヤフィアトラの攻撃範囲内にいる全ての味方の元素ダメージを徐々に回復するリジェネ効果を有しています。スキル1のデモ映像がこちら。スキル発動後は攻撃範囲内にうっすらともやがかかるようになり、2体の味方への回復とは別に、攻撃範囲内の味方の元素ダメージがゆっくりと回復するようになります。この元素リジェネ効果は対象を選ぶ回復ではないため、回復対象にならないマドロックの元素ダメージすらも回復することが可能。回復量は非常に高いというわけではありませんが、これまで破壊者などは元素ダメージを回復する手段がなかったので、大きな恩恵になっていると言えます。なお、攻撃力もスキル発動とともに上昇しているので、2体同時回復の方も医療としては優秀な回復量な雰囲気です。スキル2は、スキル発動後即座に攻撃範囲内の味方全員を回復。同時に攻撃範囲内にいる味方の受ける元素ダメージを一定値吸収する損傷バリアエリアを一定時間展開する効果。スキル効果としては、ナイチンゲールやシャイニングのバリアに近いものになると思われます。エイヤフィアトラは素質効果によってただでさえ攻撃範囲内の味方の受ける元素ダメージを低下させているので、バリアエリア展開中は元素ダメージのカット率はかなり高いものになるかもしれません。こちらに関しては特にデモ映像はなかったので詳細な数値待ちです。スキル3は、スキル発動中攻撃範囲がステージ全域に拡大。回復方法が1回の回復で数回回復を行う連続治療となり、治療対象が複数存在するのであれば、異なる対象を毎治療ごとに優先して選択。さらに、素質2の攻撃範囲内の味方の受ける元素ダメージを減少させる効果を強化。つまり、ステージ全域の味方の受ける元素ダメージ減少の効果を強化します。スキル3のデモ映像がこちら。
エイヤフィアトラ自体はムリナールからはるか遠くに配置されているため、通常時ではムリナールを回復することはできません。しかし、スキル発動後は攻撃範囲概量としては、初のステージ全域にまで拡大するため、スキル発動後は遠くにいるムリナールまで回復することが可能。さらに素質効果によってムリナールが受ける元素ダメージも減少し、回復対象がムリナールしか存在しないので、連続回復は全てムリナールに集中。これほどのリーパーの数であってもギリギリではありますが、元素ダメージを全て回復しきっています。スキル発動時間に関しては、ファントムの再配置時間とエイヤフィアトラのスキルゲージを見る限りではおおよそ60秒といったところ、おそらくナイチンゲールのスキル3と同じ、非常に長いスキルサイクル系のスキルかと思われますが、まさに回復スキルの決戦スキルという扱いなのでしょう。いずれにせよ、今後の元素ダメージが激しいステージでは大きな活躍を見せてくれそうです。続いて同時期に実装される専用コーデを紹介。100レンガビル、ホリデー、HD26、こちらはアニメーション付きです。チェストナッツ、ホリデー、HDM57、こちらはログインボーナス。天人花、夏の花びら、FA062。ゴールデングロー、夏の花びら、FA394、こちらはアニメーション付き。ルナ株、トウウンのコーム、こちらは旧暦の七夕に関連して販売されます。以上が同時期に実装される専用コーデとなります。いつもの最大24年無料スカウトとおみくじは今回も開催。特に変更された点はないので省略。ウェブキャンペーンを実施。内容としては絵柄合わせパズルをして、リザルト画面で結果をシェアすれば、抽選でグッズなどをもらえるというもの。水木の投稿戦略の直紙プレゼントと同じ形式のキャンペーンです。投稿者は残念ながら参加賞の論面兵3万でした。そもそも当選しても日本国内には配送はしてくれないとは思いますが。スワイヤーに中国語方言ボイスが追加、広東語らしいです。前衛スワイヤーの方にも方言ボイスが追加されるかは不明です。得啦得啦，知道你冇咗我唔掂啦，唔使轉彎抹角喎。要我幫手就直接出聲啦。作為朋友，我幾時都撐你。続いて、夏イベ終了後から次の生放送実施までに開催されるイベントのロードマップを紹介。新モード、紛争演疫、デザインオブストライフが近日中に開催されます。このモードでは、サルカズの歴史から抹消された王帝に関係するサルカズと対峙することとなり、大地を溶かす古代の巫術を操るこのサルカズは、戦闘エリアが進むにつれて、どんどんと封印が解けて強化されていくとのこと。モードの詳細については不明ですが、対峙するサルカズは、王帝から抹消されたということや、炎を操るということから、イフリータの人体実験によってその力を再現しようとしたエンマでしょう。王帝エンマは非常に強力な存在だったことが、ナイン生命の漫画にて明言されているので、このサルカズも非常に強力な火力を持ったボスとして登場するのかもしれません。ドウトンの試練ナンバー3も開催。こちらは8月18日より開催されることが明言されています。ナンバー2から難易度がおかしくなっているこのイベントですが、今回もボスを見る限り、非常に面倒くさそうなイベントになっていそうとしか思えません。なお、ドウトンの試練ナンバー3では、セイロンの専用コーデ、ホリデー HD49 を入手することができます。統合戦略ナンバー4にコンテンツアップデートが実施、画面調査が追加されます。今回の画面調査は、サイクロプスであるヴィラルクビンが見た様々な探索者の視野がテーマとのこと。画面調査にて複数の調査設備を利用し、調査熟練度を上げることで大量の碑文や秘宝を入手することができるようです。また、通常の戦闘ノードで失敗をしても何度でも立ち上がることが可能。調査の熟練度を高めることで、最後のボスに挑むための探索を続けることができるのだとか。おそらく、何度でもコンティニュー系の機能だとは思いますが、詳細については続報待ちです。テーマ UI に関する詳細が公開されました。映像を見る限りではテーマ UI 実装とともに実質的なダークテーマも実装されるようです。統合戦略で入手できるテーマ UI はこんな感じ。サーミのルーン文字での表記となっているので、基本的に読ませるつもりはないのかも。こちらは10月に実装されるものと思われます。War never changes. Warfare does. We are Black Steel Worldwide. We offer non-financial risk management consulting solutions to all legal entities on Terra. We conduct our business on a wide spectrum so as to meet the changing demands of our prospects. As the leader in our industry, we control the best hardware, cutting edge, found nowhere else. Our signature land ship, being one of a kind, supports our every major operation.
Our founder and CEO, Mr. Cliff, personally makes sure that advanced firearms are available to all of our professional consultants. For our customers and employees, these are the reasons why we always give the best. Choose us. We are Black Steel Worldwide. BSW のオムニバスストーリーが開催されることが明らかになりました。今回のオムニバスストーリーでは BSW の本部となるプラットフォームバロンベースが舞台となり、BSW の創業者であるクリップ・クリフや見慣れた顔も登場するとのこと。特殊な任務を通して反省や成長した顔立ちが登場するとのことなので、BSW メンバーの誰かが威嚇オペレーターとして実装されるのかもしれません。メインストーリー13章も実装されます。舞台は変わらずビクトリア。各勢力はテレスの考える計画の正体に対して様々な疑心を抱くようになり、シージは自身の身分としてのアイデンティティを、そして金色の王冠をいただくべきなのかを今一度考えることになります。一方のアーミアも同じく、サルカズの運命をどう背負うべきなのか、そしてこの黒い王冠をどう受け継ぐべきなのかを考えなければいけないとのこと。サルカズ・オムテイの動向、残った19軍の行方、傭兵の選択、ロドスの理念がこの戦争の行方を決めることになるでしょう。クシキロクとのコラボイベントが復刻することが明らかになりました。過去のコラボイベントでオペレーターや家具を入手していないプレイヤーに再び入手機会が訪れるようです。なお、すでにクシキロクなどを入手しているプレイヤーは特にこれといった新規要素はない様子。中国国家地理とのコラボが明らかになりました。なお、名前的には国家地理院やナショジオ関連のようにも見えますが、実際はそれらとは一切関係のない中国独自の雑誌を刊行している企業のようです。コラボでは専用コーデが実装されるとのこと。以上がサマーカーニバル2023で発表された内容の紹介となります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。